肩甲骨、背中周りの筋肉を意識して使うことができて、背骨周りの筋肉の柔軟性がないと、お腹周りの腰肉、浮輪肉、反り腰は解消しません。カエル足のまま万歳すると、腰回りの筋膜に刺激が入って、お腹周り痩せやすくなります。1回で行うので、ウエスト、太もも、お尻、メジャーを使ってビフォーアフター計測してみましょう。まず四つん這いになって、スマホは顔の前に置きましょう。背骨周りの動きのチェックです。腰を反らせます。この時に背中、肩甲骨周りの筋肉を使っている感覚があってほしいんですが、腰とか首の後ろを使っている感覚ある方は、背中周りがうまく使えてない証です。今の感覚覚えててください。1回で変化出ますので楽しみにしててください。そのままうつ伏せに寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横につきます。そのまま上半身をぐーっと反らします。まずは腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよという方は、こんな感じで肘をついて、ちょっと顎を持ち上げる。これでも腹筋が伸びる感覚あると思います。腰がね、痛くない範囲で OK です。腹筋を伸ばすことが目的です。頑張れる人は肘しっかり伸ばして、呼吸は止めないように行いましょう。ウエスト周りも背中もね、1回で本当に変化実感できますので、ぜひ最後までね、一緒に頑張りましょう。で、もしね、途中きつかったら、各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度をね、早めたり遅めたりしても OK です。よし、OK、うつ伏せに寝ます。そしたら次は、左手で左の足首掴みます。左の前もものストレッチです。どうでしょう、前もも伸びますか？いまいち伸びないよという方は、このつま先の方を持って、つま先をお尻に近づけるイメージ。こんな感じでどうでしょう、前もも伸びますか？硬くてきついよって人はね、これぐらいでも OK です。前ももを伸ばすことが目的です。僕と同じところまでね、動かすことが目的ではないです。で、呼吸を止めないようにすることと、あんまりね、肩力入りすぎて、ぐーっとこう肩力が入って、肩凝っちゃったなんてことはないように意識をしましょう。よし、OK、逆いきます。右手で右の足首をつかみます。で、かかとをお尻にぐっと近づけます。前もものストレッチです。伸びますか？腰、肩痛い人無理しないでくださいね。あんまりね、肩、こう力入りすぎないように意識しましょう。で、呼吸止めないようにしてください。伸びない方はつま先の方を掴んで、つま先をお尻にぐっと近づけると伸びてくるんじゃないかなと思います。あとね、角度をちょっとこう左右に変えてみたりすると、この角度伸びるっていうのがあるかもしれないです。で、胸が苦しい女性は、ちょっと手をついて、こうやって上半身を起こしておいてもいいです。で、この次の種目から、上向きになりますので、スマホを持ってね、上向きになる準備しておいてください。OK、上向きになりましょう。枕ある人は枕入れましょう。そしたらスマホを持ったまま、右足をですね、大きく内から外に回していきます。内から外です。ゆっくり大きく回しましょう。ご自身から見て、時計回りと反対、反時計回りに大きく回しましょう。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく回していきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK、逆足いきますよ。左足、こっちも内から外に大きく回していきます。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。こっちも痛みがある方は、ゆっくり小さくね、痛みない範囲で OK です。でね、ただやっててどうしても痛みはないんだけど股関節ゴリゴリが気になるよって方は、YouTube のね、この概要欄の一番下に、股関節がポキポキなる、ゴリゴリなる方向けの動画のリンク貼ってますので、ぜひそちら、時間ある時にね、試してみてください。スピードが目的じゃないですよ。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で、呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、膝曲げたまま足同士をつけます。で、このままお尻を持ち上げます。下ろす。お尻を持ち上げる。下ろす。繰り返しましょう。こう持ち上げるときに、お尻とか裏ももの筋肉使ってる感覚ありますか？空いてる手でね、裏ももお尻こうやって触ってみると、硬くなってるな、使ってるなって感覚あれば OK です。これもスピードは全く重要ではないです。お尻と裏ももを使ってしっかり上げる。で、きついよって人はかかとをちょっと手前に持ってきてあげるとだいぶ楽になります。膝同士をつけておくことで内ももにも効いてきます。ゆっくりでいいです。自分のペースで裏もも、お尻意識しながらやりましょう。
空いてる手でね、触ると使ってるなって感覚分かりやすいと思います。よし、OK。次、左足、右にねじります。休憩ストレッチです。左膝を床につけます。で、左肩もなるべく床に近づけます。左のお尻、腰、背中、この辺全体をね、伸ばしています。これ休憩ストレッチなんで、そんなに無理にね、ぎゅーっとねじる必要はないです。ゆるーく左のお尻、腰、背中伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？もしきつかったらね、再生速度を早めたり遅めたり、各種目の最後の10秒サボったりしてね、自分のやりやすいペースで最後まで完走していただければと思います。1回でね、変が出ますので楽しみにしててください。OK、逆いきます。次、右足を左、こっちに持っていきます。膝を床につけて、この右肩も床にぐっと近づけます。右のお尻、腰、背中、この辺全体が伸びる感覚ありますか？痛気持ちいいぐらいでね、やっていきましょう。あくまでこれは休憩ストレッチなんで、無理にぎゅーっとねじらなくても OK です。で、よくね、最近質問で、食事どうしたらいいですかとか、なかなか痩せませんとか、習慣化できませんとか、いろんな質問いただきます。で、いろんな質問にね、無料で回答してます。概要欄にね、サブチャンネルとかズボラストレッチの教科書貼ってありますので、ぜひお時間ある時にね、疑問があれば見てみてください。よし、OK。これで一回上向きになります。そしたらですね、次、膝曲げたまま、足持ち上げて、前ももをお腹にぐっと近づける、下ろす。前ももをお腹にぐっと近づける、下ろす。これ繰り返していきましょう。ゆっくりでいいですよ。お腹下っ腹使ってる感覚ありますか？で、きついよって人は、一回足を下ろして、持ち上げて、下ろしてでも OK です。スピードは全く重要ではないです。下っ腹、お腹しっかり意識しましょう。頑張って頑張って。頑張って。ゆっくりでいいですよ。もしどうしてもきつかったらね、こうやって肘とか手を使って、ちょっとずるしてこうやって足を持ち上げても OK です。よし OK。そしたらスマホを持って右向きに横向きになりましょう。で、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝同士つけて90度ぐらいに曲げて横向きに寝ます。で、このままですね、左手をぐっと開く、戻す。左手をぐっと開く、戻す。繰り返しましょう。右足と膝同士はこうやってつけたままお願いします。右足は床についたままです。ぐっと開く、閉じる。もうね、左手と左肘が床につくぐらいまで動かすといいと思います。で、この時にね、足が開いちゃうと全然効きません。しっかり足と足同士はつけたまま、こんな感じです。足は固定ですよ。なるべくぐっと胸を開く。戻す。OK です。次は右足をちょっと前に出して、左手で左足首をつかみます。左の前もものストレッチをしていきます。前もも伸びる感覚ありますか？いまいち伸びない方は、つま先の方を掴んだりとか、左足をもうちょっと後ろにグッと下げてあげると、左の前もも伸びてくると思います。ただこの時に腰がこうやって反っちゃうと腰痛の原因になったりとか効果半減しちゃうので、わざと腰はちょっと丸めておく、お腹へこませておくイメージですね。このまま足は後ろに。前ももが伸びてれば結論 OK です。ちょっとね、不細工なポーズでも前もも伸びてれば正解。素晴らしいです。OK。そしたら次は、膝を90度。こんな感じで曲げておいて、このまま膝同士離す、戻す。膝同士離す、戻す。繰り返しましょう。お尻の横、ここを使ってる感覚ありますか？ NG パターンは上半身がこうやって動いちゃうことです。これ全然効きません。上半身は固定しておいて、膝だけ離す。で、理想は膝がなるべく真上向くように、しっかりギュッと開くと、めちゃめちゃお尻の横効きます。ただ、上半身が動くのは NG です。どうしても上半身動いちゃう方はね、この左手を床にこうやってつけておくと、だいぶ上半身固定できると思います。お尻の横使ってる感覚ありますか？ OK。そしたら次、左手は左肩にこうやって添えて、大きく後ろ回ししましょう。大きく後ろ回しです。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく肩を回していきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。大きく回しましょう。これ肩がね、バキバキなるよって方は、痛みがなければそこまで気にしなくていいと思います。
痛みがある方はね、痛みない範囲でゆっくり大きく回しましょう。呼吸はね、止めないようにして、スピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って逆向きになりますよ。よし、OK。寝返り打って逆向きになりましょう。そしたらスマホは床に置いておきましょう。膝90度ぐらいに曲げて、右手を一回床に近づけるぐらいぐっと閉じて、ぐっと胸を開く。右手を床につけるぐらい近づけて、ぐっと胸を開く。足は床につけて、膝もこうやって閉じておきましょう。足は動かさない。上半身だけ動かすイメージです。ぐっと胸広げて、手のひら床に近づける。これスピード重視じゃないですよ。普段動かさないまでしっかり胸を広げる。閉じる。これ NG パターンは足が動いちゃうと全然どこにも効きません。足は固定したまま開く。閉じる。よし、OK。そしたらちょっとこの下の左足前に出して右手で右足首掴みましょう。右の前もものストレッチしていきます。どうでしょう、右の前もも伸びる感覚ありますか？いまいち伸びない方は足を後ろにグッと引くといいと思います。ただ、反り腰になっちゃうと効果半減、腰痛の原因にもなります。わざとお腹へこませて、ちょっと猫背を作ったまま足を後ろに引くと前ももがね、伸びてきます。で、いろいろ説明したんですけど、結論、ちょっと不細工な格好でも前もも伸びてれば正解です。前ももが伸びてれば結論 OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、膝90度に曲げて、このまま膝同士離す、戻す。膝同士離す、戻す。これ繰り返しましょう。NG パターンは上半身がこうやって動いちゃうことです。上半身は固定して、膝だけ離す。ゆっくり、スピード勝負じゃないですからね。膝同士離して、お尻の横しっかり意識してください。これ膝がね、真上向くぐらいまでしっかり広げるとめちゃくちゃお尻の横効きます。お尻の横に効かないよって方は上半身がおそらく動いてます。上の右手をね、こうやって床つけておくと、だいぶ上半身は動きづらくなります。頑張って。お尻の横使ってる感覚ありますか？ラスト1回。よし、オッケー。そしたら次、右手を右肩に添えましょう。このままゆっくり大きく後ろ回ししていきましょう。スピード、速く回すってことよりも、普段動かさない範囲でゆっくり大きく後ろ回しすることが目的です。肩がバキバキなるよって方は、痛みがなければ大きく回していいです。痛みがある方は、痛みない範囲で回していきましょう。肩がね、バキバキなる原因っていうのはもういろいろな説があるんで、ちょっと一概に言えないんですけど、痛みがある人は、痛みない範囲でやった方がいいと思います。ゆっくり大きく呼吸を止めない。で、この次の種目から今度うつ伏せになりますので、スマホを持ってうつ伏せになりますからね。大きく回す。ゆっくりラスト1回回しましょう。OK、うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、両手は耳の横に置きます。このまま上半身をぐっと反らします。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は、こんな感じで肘つけて、ちょっと顎持ち上げる。これでもね、腹筋伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。腰が反って痛い方、痛くない範囲でいいですからね。頑張れる人はしっかり肘伸ばして、腹筋が結論伸びてて腰痛くなければそれで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次は上半身をべちゃっと寝かしたまま、左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここをストレッチかけていきます。どうでしょう、左のお腹の前面、伸びてる感覚ありますか？で、いまいち伸びないよって方は、上半身をしっかりべちゃって床につけておいて、左のつま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと伸ばすと、左のお腹の前面、この辺です、伸びてくると思います。上半身が浮いちゃってると全く伸びません。上半身はべちゃって床につけておきましょう。つま先を誰かに引っ張られてるイメージで、後ろにぐーっと持っていきましょう。よし、OK。逆行きましょう。これで、次、上半身寝かしておいて、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あれば、
OK です。どうでしょう、伸びますか？右のお腹の前面。上半身はしっかり床につけたまま、右のつま先を誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持っていくと、右のお腹の前面、腹斜筋という筋肉がね、しっかり伸びます。ただ、肩腰痛い方は無理しないで、呼吸はね、止めないように意識しながら行いましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。腰痛い人無理しないでくださいね。途中サボっても OK です。よし、OK。そしたら、うつ伏せに寝て、一回足を閉じましょう。膝同士つけて、で、このまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返しましょう。お尻の穴ギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。締める、緩める。繰り返しましょう。スピードは全く重要ではないです。お尻の穴をしっかりギュッと締めて緩める。で、お尻の穴をギュッと締めるときに、しっかりギュッと締まってると、内もももね、力入る感覚あるんじゃないかなと思います。きつかったらサボってもいいですからね。で、この時期ね、もう暑くなってきたので、エアコン、クーラーつけながらね、やってもらって全然問題ないです。OK。そしたらみんな大好き、スーパーマン次行きます。万歳したまま、手と足を同時に上げる。下ろす。上げる。下ろす。ただ、肩腰痛い人無理しないでくださいね。頑張れる人はなるべく高く上げる。下ろす。上げる。下ろす。上げたままキープでもいいし、下ろして、上げて、下ろして、上げてでもいいです。腰、お尻、使ってる感覚ありますか？頑張って。頑張って。肩腰痛い人は絶対無理しないで。呼吸は止めないで。スピード勝負じゃないですからね。頑張れ、頑張れ。きつかったら、最後の10秒サボっていいですからね。頑張れ、頑張れ。きつい。ラスト1回。よし、OK。まだありますよ。次はですね、みんな大好き、スーパーマンのクロスです。手を万歳した状態で、右手と左足上げる、下ろす。右手と左足上げる、下ろす。これ繰り返しましょう。対角線上に手と足を上げます。右手と左足を上げる、下げる。上げる、下げる。左のお尻と腰、使ってる感覚ありますか？腰全体と左のお尻です。いまいち感覚わかんない方はね、こうやってお尻とか触ってあげると、あ、お尻硬くなってるな、使ってる感覚あるなって感じがあると思います。スピード勝負じゃないですからね。頑張って。きつい。よし、OK、逆行きましょう。左手と右足を上げる、下げる。上げる、下げる。自分のペースでいいですからね。サボりながらで OK です。右のお尻、使ってる感覚ありますか？きつい。頑張って。きつかったらサボりでいいですよ。再生速度速めたり遅めたりしても OK。ただ肩腰痛い人はね、絶対無理しないで。きつい。頑張って頑張って。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 ラスト1回。よーし、OK。そしたら最後お楽しみ。まずカエル足作りましょう。足の裏をべちゃっとつけることはできますか？できない方できる範囲でいいです。で、このまま万歳したままちょっと上半身起こす、下げる、起こす、下げる。これ繰り返しましょう。腰、背中あたり使ってる感覚ありますか？腰痛い方無理しないでください。で、カエル足使ったらね、カエル足なしでもいいです。ただカエル足の方がお尻にしっかり力が入るので、お尻腰に効きます。頑張って。頑張って。肩腰痛い人絶対無理しないで。きつい。頑張れ。あと少し。あと少し。頑張って。ラスト1回。よし、OK。そしたら最後、パタパタ。休憩ストレッチしておしまいにしましょう。かかとをお尻に近づける。ゆっくりパタパタしましょう。できたらね、この裏もも、お尻の境目、この辺の筋肉を意識して使えたら最高です。触ってね、力入ってれば OK です。どうでしょう皆さん、結構きつかったでしょうか？ただね、その分ね、お腹周りめちゃめちゃ効果あるので、ぜひね、メジャー持ってない方は100円ショップ行けばメジャー売ってますので、それでビフォーアフターね、計測していただけると良いと思います。
で、これだけじゃね、物足りない、もっと早く痩せたいよって方は、概要欄におすすめのストレッチ追加で貼ってますので、ぜひそちらもね、このまま続けてやってみてください。あと、Twitter、インスタ、TikTok、毎日更新してますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。OK、お疲れ様でした。最初に行った4つ前のチェック、ぜひやってみてください。背中周り使えてるのがわかるはずです。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ここまでよく頑張りました。一緒に頑張りましょう。